はいどうも皆さんこんにちは。今回は日清戦争後の日本についてお話ししていきます。日清戦争に勝利した日本でしたが、そこで安心することはできません。次の戦争に向けて準備をしなければならないからです。こうして日本は軍備拡張を行っていくのですが、軍備拡張にはお金がかかります。ということで政府はお金を確保するために増税を行う必要がありました。しかし税金が上がるとなると当然政党は反対します。こうして日清戦争後の日本では増税したい反発政府と増税を止めたい政党の間で攻防が行われていくのです。ということでまずは日清戦争が終わったところからお話を始めていきましょう。日清戦争に勝利した日本は下関条約を締結、遼東半島、宝庫諸島、台湾を手に入れました。やっと清の脅威を払拭した、そう考えていたことでしょう。しかしロシアがこの状況を放ってはおきませんでした。三国干渉です。フランス、ドイツを誘ったロシアは日本に対して遼東半島を返還しろと通告。日本は圧力に負けて遼東半島を返還します。つまり日清戦争の勝利はロシアという新たな脅威を生むという結果になったのです。こうなると日本は来るべきロシアとの戦い、日露戦争に備えなければなりません。日清戦争の賠償金は最終的に日本円換算で約3億6000万円となっており、莫大な臨時収入でした。その賠償金の使われ方として最も多かったのが軍備拡張費で、その割合は 62%、 次に多かったのが臨時軍事費で 21.7%、 その後に皇室費、台湾経費、教育基金、災害準備金、その他と並んでおり、ほとんどが軍備拡張に使われたことがわかるかと思います。さて、この頃の内閣総理大臣は誰だったかというと、伊藤博文でした。第二次伊藤内閣です。伊藤内閣は大切なのは軍備拡張だけではない、鉄道や電話といった産業基盤の整備もしなければならないと考えていました。しかしそのためにはお金が足りません。こうしてやはり増税は免れないという考えに至るのです。ここで出てくるのが自由党です。自由党は日清戦争前から政府に接近するような素振りを見せていたので、政府としては自由党と手を組んで増税を行おうと考えたのでした。こうして政府と自由党が提携を宣言。行政の勢力を率いている伊藤と大政党を率いている板垣が手を組んだのです。これによって軍備拡張の予算が衆議院を通過、自由党の協力あってのことでした。ということで自由党の板垣退助はその見返りに内務大臣として第二次伊藤内閣に入閣します。第二次伊藤内閣は事実上自由党との連立内閣となったのです。その後も伊藤は内閣を強化しようと考えて、今度は外務大臣に大隈重信を復帰させようとしました。しかしこれには板垣が反対しており、実現には至りませんでした。また政府内部でも意見が合わなくなってきます。山縣有朋は依然として朝鮮主義を主張しており、政党と提携するべきではないと考えていました。そして松方正義は板垣の自由党ではなく大隈の進歩党と提携すべきと考えており、政府内部でも分裂が起きていたのです。このような状況に伊藤はもはやこれ以上の政権維持は難しいと考えて辞任しました。次に総理大臣に選ばれたのは松方正義、第二次松方内閣です。ということで松方正義は進歩党と提携、大隈重信が外務大臣となりました。松方の松と大隈の隈を取って昭和内閣と呼ばれます。ちなみに進歩党というのは大隈重信の立憲改進党が他の諸政党を吸収して大きくなり名前を変えた後の政党です。松方正義といえば以前別の動画でお話しした松方財政が有名です。その時に松方正義は本当は金本位制にしたい、でもまだ日本には十分な金貨がないということで銀本位制を導入していました。しかも大隈重信も明治初期に財政を担当した人物、つまり2人にとって金本位制への移行は悲願でした。ということでこのタイミングで日清戦争の賠償金を準備金に日本は金本位制に移行します。しかし先ほどから言っている通り、この時の一番の問題はどのようにして増税を行うかということです。松方正義が増税を行いたいというと大隈重信は
増税で収入を増やすことよりも節約で支出を減らすことが先だと反対。結局この問題が解決できず、進歩党と松方内閣との提携は断絶。こうなると第二次松方内閣の足場はグラグラです。そのまま議会に突入しましたが、もちろん増税をめぐって政党と対立。自由党が内閣不信任案を提出したことをきっかけに、松方正義は衆議院を解散し総辞職を行いました。この後を継いだのは伊藤博文、第3次伊藤内閣です。伊藤は政党の力を認めているので大隈と板垣に協力を求めましたが、進歩党自由党ともに増税反対を掲げていたため提携は失敗。結局第3次伊藤内閣も増税の問題にぶち当たり、自由党と進歩党は247対27という圧倒的な票差で増税案を否決しました。これを受けて伊藤内閣は直ちに衆議院を解散。もはや前に進めなくなってしまいました。ここで自由党と進歩党はあることに気づきます。あれ、俺たち向いている方向同じじゃね？そんなことになるわけです。ということで自由党と進歩党は合体します。こうして誕生したのが憲政党です。自由民権運動以来民党として活躍していた2つの伝説的な政党が分裂対立を乗り越えてついに一つにまとまったのです。憲政党という最強の政党が出来上がってしまったからには、次の総選挙では憲政党の大勝利がほぼ確実です。ということで伊藤博文は憲政党に対抗したい、私自ら政党を作ろうと考えます。しかしこの考えは超然主義的な考えを持っている山形有朋が反対。政府は議会に左右されてはならない、伊藤が政党を作るなんて言語道断であるというわけです。そんな状態だったので次の選挙では憲政党が300中244議席を占める大勝利。反発政府は大ピンチになってしまいました。こんな状況では誰も総理大臣にはなりたくありません。ということで伊藤博文はもはや大隈と板垣に政権を担当させるしかないだろうと発言。政党嫌いの山形有朋はこれに対して反発しましたが、自分が公認を引き受ける勇気はありませんでした。ということで天皇は大隈と板垣に組閣を命令。こうして大隈重信を総理大臣、板垣退助を内務大臣とする日本初の政党内閣が成立します。Y 班内閣です。しかしなんと Y 班内閣はわずか4ヶ月ほどで崩壊してしまいます。理由は簡単、大臣職の取り合いです。憲政党が出来上がったからといって今まで争っていた2つの政党がはい仲直りとはいきません。依然として旧自由党と旧進歩党の間には溝はあり、両者が大臣職を取り合ったのでした。そんな時に起きたのが共和演説事件です。この事件はとある会合で旧進歩党の文部大臣である尾崎行雄が、もし日本が共和制となれば三井三菱らは大統領になるだろうと演説をした事件です。この発言を受けて旧自由党系や旧中勢力は、日本が共和制になるなんて例え話としてもけしからんとして反発。尾崎行雄は天皇に対する不敬の言動として攻撃され辞職に追い込まれてしまいました。この一連の事件の裏で暗躍していたのが星徹です。星徹というのはかつての自由党の指導者で、以前から政党で協力することに反対していた人物でした。彼は2年余りアメリカで講師を務めていたのですが、その役を辞任して帰国。尾崎行雄の共和演説を批判して辞任に追い込みます。尾崎行雄が辞任したことにより文部大臣の後任をめぐって旧自由党系と旧進歩党系の争いが激化。結局この戦いにより憲政党は分裂し、星徹率いる旧自由党は新しく別の憲政党を結成しました。こうなると旧進歩党勢力も黙ってはいられません。第一次大隈内閣は総辞職し、日本初の政党内閣は議会を迎えることもなく崩壊しました。旧自由党勢力が憲政党と名乗っていることを受けて、旧進歩党は我々こそが本物の憲政党だと主張。憲政本党を結成するのです。このようにして政党だけではまだ政権を担当することができないということが明らかになりました。なので再び反発勢力による内閣が成立します。第二次山形内閣です。この第二次山形内閣は重要な政策をたくさん行っています。地租増長、文官人用令の改正、治安警察法、衆議院議員選挙法改正、軍部大臣現役武官制、以上5つです。順番に見ていきましょう。まず1つ目が
地租増長です。さすがの山形有朋も地租増長のためには政党の力を無視することはできないと考えていました。ということで山形有朋は県政党の保守党に接触します。なぜなら保守党は鉄道などを整備して産業育成を行いたい、そのためには増税に譲歩しても良いと考えている人物だったからです。こうして山形内閣は県政党と提携、両者の間で増税に向けて話し合いが始まります。山形が提案した原案は地租を 2.5% から 4% に引き上げるというものでしたが、これには保守党が反対、交渉により 3.3% に抑え増税期間も5年に限ると修正させました。こうして両者の妥協によりついに悲願の増税が達成され、軍拡財源をめぐる争いに決着がついたのです。次に2つ目の分官任用令についてです。先ほどから見てきた通り、この頃の政治の世界では政党の力が強まっていました。超然主義的な考えを持っている山形有朋からすると、そのような状況は耐えられません。そこで山形有朋は政党に入っている奴らが偉い役人になれないように制限しようと考えます。こうして分官任用令を改正、試験を受けなければ偉い役人にはなれないようにします。要するに政党員が偉い役人になる道を制限したわけです。こうなるともちろんですが、山形有朋と提携していた県政党はこれに強く反発します。こうして県政党は一向に見返りを与えない山形内閣に見切りをつけ、政府との提携打ち切りを宣言したのです。それでは3つ目の治安警察法についてです。詳しくはまた次回の動画で話しますが、この頃の日本では労働者によるストライキが起きたり、労働組合が結成されたりしていました。ということで山形有朋はそれらの社会運動を抑え込むために治安警察法を制定して取り締まりを強化したのです。政府に逆らうやつは弾圧するというわけですね。こうして労働者たちはその後長く苦しんでいくことになります。では4つ目の衆議院議員選挙法改正についてです。いろいろと政党を抑圧したものの、超然主義がもはや不可能であることは山形有朋も理解していました。ということで懸案となっていた衆議院議員選挙法の改正が行われます。選挙権の条件を直接国税15円から10円に引き下げたことにより、有権者は倍増、被選挙権では納税額による制限が撤廃されました。こうして国民の参政権は拡大されたのです。最後に5つ目の軍部大臣現役武官制についてです。内閣には陸軍大臣と海軍大臣という役職があります。山形有朋はこの陸軍大臣と海軍大臣になれる人物を現役の陸海軍大将と中将に限定したのです。この制度によって軍の独立性が強まり、後の軍部独走の原因の一つとなっていきます。さて先ほど県政党は山形内閣との提携を打ち切りましたが、その後どうしたかというと、伊藤博文と手を組もうと考えました。県政党の党首にならないか、そう誘ったのです。しかし伊藤はこれを断って自ら政党結成に乗り出します。これを受けて県政党は、伊藤が新政党を組織するなら県政党は解散してその傘下に集まろうと考えるようになります。こうして県政党は解党し、伊藤博文が総裁となって県政党を中心に立憲政友会が結成されました。これまでの流れから考えると、要するに立憲政友会というのはかつて自由民権派として活躍した旧自由党系の政治家と伊藤博文系の官僚が中心メンバーとなったという強い基盤を持つ政党です。その後立憲政友会は鉄道敷設や港湾の修築などを積極的に行って日本の経済発展を目指していくようになっていきます。経済が発展すれば支持者の地主層、資本家層が儲かります。このようにして地主層の支持と政府による還元、この仕組みが出来上がりました。伊藤博文が立憲政友会を結成した。これを受けてライバルの山形有朋が動きました。急いで辞表を提出し後任に伊藤を推薦したのです。要するに創立直後で体制が整っていない伊藤に総理大臣を押し付けることで伊藤を困らせてやろうとしたわけです。そんな大変な状況の中、伊藤は立憲政友会を基礎に第4次伊藤内閣を組織。これ以降は伊藤系による政友会と山形系による反発との間で政権交代劇が続くことになっていきます。結局第4次伊藤内閣は半年余りで終わりました。これを機に伊藤、山形のような明治維新以来の功労者たちが第一線を退きましたが、その後も天皇の相談相手として大きな勢力を振るっています。このような
天皇の重臣のことを元老と呼びます。伊藤博文、山形有朋の他には黒田清隆、松方正義、井上馨、西郷嗣道、大山巌が名を連ね、後に桂太郎と西園寺金持もこの元老に加わります。法律上には何の規定もありませんでしたが、天皇の相談相手として国家の重大な政策決定に関わっており、事実上明治時代の日本を運営していた最高指導者になっていくのです。さて、いかがだったでしょうか。今回の動画で日清戦争が日本の政治に与えた影響を理解できたかと思います。しかし、日清戦争が影響を与えたのは政治だけではありません。ということで、次の動画では日本の産業革命についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。